はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年の星の動きをもとに、皆さんにとってこれからの1年がどのような可能性が広がっていくのか、そして手放していくものや起こり得るかもしれない想定外の変化や、また与えられている恩恵、そして最後に私から心地よく過ごすためのヒントをお伝えしていきます。今回はアストロロジーをもとにお話ししていますが、これは運勢天気予報みたいなものです。星のリズムを感じながら、皆さんにとってベストなタイミングで自分の中にある感覚で動いていただければ、きっとベストな現実が作られていくと思います。またタロットで見る2026年上半期の動画も公開していきますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。お牛座さんの2026年、試す自由と落ち着く場所を手に入れられる年。広がる可能性。2026年は試しながら世界を広げ、選び取って自分の場所を作っていく可能性が開かれている年です。前半は役に立つかどうかだけで自分を縛らず、好奇心や直感を信じて動ける自分へとシフトしていく時期です。新しい知識や関わる人、発信を通してこれまで知らなかった世界や役割に増える機会が増えていきます。失敗しないように動く私から体験しながら学ぶ私へ、自分の行動に軽やかな許可を出せるようになり、まるで自分の世界を新しく切り開いていくような感覚を味わうでしょう。後半に入ると、これまで得てきた知識や情報、人とのやり取りの中から本当に必要なものだけを選び取れるようになり、気持ちが自然と落ち着いてきます。心の安心感や安定感が増し、その流れで住まいや暮らしを整えたくなる方も多いでしょう。引っ越しやリフォーム、家族に関することなど、生活の基盤をしっかり整えていく出来事が起こりやすい時期です。広げてきた世界の中から自分にとって大切なものを選び取り、安心できる拠点、家族、仲間を持つ流れが生まれてきます。住まいが整うから心が安定するのか、心が安定するから住まいを整えたくなるのか、どちらにしても温かく穏やかな感覚が日常に広がり、安心して過ごせる時間が増えていきそうです。そしてここまで積み重ねてきたことや、新しい世界での自分の生き方に対して、これでいいんだと腑に落ちる瞬間が訪れます。その確かな実感が2026年を通して大きな充実感へとつながっていくはずです。手放していくもの。2026年は大きな試練を与えられる時期ではなく、これまでの人生経験で培ってきた土台の上に立ちながら、今という現実を楽しめるようになる年です。あからさまな制限や大きな試練がやってくるのではなく、むしろこれまで自分が生きてきた世界観を手放していくのかもしれません。なんとなく生きにくかったことや、目の上の単行部のように心の奥底で引っかかっていた感情的な問題が薄まっていく流れです。それはようやくここまでやってこれたという自負や経験がもっと自分の誇りにつながっていくような感覚です。要するに2026年は人生を難しくしてきた思い込みや、自分を小さく保つために身につけてきた世界観、そしてずっと背負ってきた心の重さを少しずつ下ろし手放していける年なんです。想定外の変化。ズバリ経済面や収入面では想定外の変化が起こりやすい年です。臨時収入のチャンスがあったり、お金に対するブロックを取り外すことができるような流れが訪れます。特に4月26日から9月11日にかけてはその傾向が強まります。自分の中の制限を外し、次のステージへ進むような感覚を味わえるでしょう。たとえ自分はサラリーマンだから収入なんて変わらないとか、定年まで決まった額しかもらえないと思っていた方でも、金銭という形ではない本当に価値のあるものや、心から得たいと思っていたもの、それらが人生に流れ込んでくる可能性があるのです。大切なのは
それを自分に許可できるかどうか、新しい感覚を受け入れ、自分の内側から湧いてくるものを信じられるかどうかが、想定外の変化を豊かさへとつなげる最大のポイントです。想定外の変化は必ずしも劇的な出来事として現れるとは限りません。けれど、自分の感覚や受け取る器が変わった時、それまでとは全く違う形で人生の豊かさが動き出すことがあります。2026年はその変化を信頼し、受け取っていく姿勢が思いがけない実りへとつながっていく年になるのでしょう。与えられる恩恵。2026年に与えられる恩恵は、自分の世界観が変わっていくことです。それは単純に環境が満たされているから安心できるといった表面的なお話ではありません。これまでの旅路の中で自分自身を認め、癒す力を身につけてきたと思います。その流れがあるからこそ、心が落ち着き、妥協でもなく背伸びするでもなく、今の自分にふさわしい世界観の中で自分の感覚を信じて進めるようになっていきます。そして意外なところから自分を引き上げてくれる存在との出会いもありそうです。それは現実の人物かもしれませんし、過去の偉人の知恵や先祖から受け継いだものかもしれません。いずれにしても自分に与えられている徳をしっかりと感じられる年になりそうです。つまり2026年に与えられる最大の恩恵は、何かを必死に手に入れようとしなくても、自分にはすでに十分なものが与えられていると心から感じられる感覚なのかもしれません。その実感がこれからの人生を安心して選び取っていく力になっていくでしょう。心地よく過ごすためのヒント。2026年はまるで人生が大きな川の流れに乗って進んでいくように、舞い上がるような高揚感と落ち着くべきところに自然とたどり着いていく安心感、両方を同時に味わえる年です。外側の世界はこれまでのように激しく揺り動かされることはないかもしれません。けれど最も強く実感するのは、自分の感覚がこれまで以上に研ぎ澄まされているという変化でしょう。私たちの感覚が変われば、同じ世界を見ていても全く違った姿に映ります。大志田さんは、自分が本当に大切にしたいものを見極める審美眼がさらに磨かれ、その豊かな感覚の中に安心して身を置けるようになっていくのです。お仕事においても、がむしゃらに外の世界で勝負するというスタイルから、仕事とプライベートのバランスを大切にしながら、自分の心が本当に満足できるやり方へと自然にシフトしていく流れです。結果として仕事に振り回されるのではなく、自分の意思と感覚を軸に仕事の流れを選び取れるようになっていきます。その安定した状態が長く続く成果と信頼へとつながっていきます。すでに与えられているものに気がつき、それを味わいながら日々を選んでいくこと、それが2026年を豊かに過ごすポイントです。大志田さんにとって心から満たされる豊かな日常に包まれる一年となりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。